なんです。だからなんか私もともと普通に喋っていいんですこの流れで7分行きましょう。行っちゃいましょう。なんかめちゃくちゃ行きづらいなみたいなのが子供の時からすごいあったんですよ。でいじめられっ子だったしとかっていうのもありつつででも留学したいっていうのは本当にもう小さい時からあったので、その大学で行くことができてっていう中で、思いつき職部みたいなのがあって、とりあえず英語大学卒業しなきゃいけないから、なんか働かないとね大学出されちゃうしねみたいな留年しなければっていう感じなんで、一応やったことないけど営業みたいなのをやってみてみたいな感じで、だけど楽しかったのに1年で倒産みたいな感じになっちゃって、でさっき言ってましたね。そうで町工場だったので多分ね社員15人とか20人ぐらいしかいなかったところから競合他社で要は倍の規模の会社に行ったんですよ。大阪に支社があるとかっていう、でこれはねちょっとどん底だったっていうかしんどかった時の話で、それが面接の時に英語できますって言ったんですよ。で普通に聞いたらポジティブに感じるっていうか、なんか要は何かアピールすることはありますかって言われたから英語が話せますっていう、自分は要はその当時あったあるじゃないですか、就活の必勝本みたいなの書いて、なんかボランティアやってましたとかっていうその流れで英語できますって言ったんだけど、その直属の上司が英語コンプレックスの人だったんですよね。で要は29歳とかで課長になった叩き上げの人で、これ見てるかもしれないけどすみませんね要は本当はそういった留学とかをやりたかったんだけど、さまざまな事情があってやれなかったけど、要は自分の例えば駅前留学とかして、自分の力で英語を習得したっていう下地があるから、英語できますって言ってきた、しかも性別が女の人っていうのでめちゃくちゃいじめられたんですよ、その人に。職場でですか？職場で。どういういじめというか。確かに。そうですね。で一番なんかしんどかったのがなんか要は入って入社して、その場合は規模が大きくなるので、お客先をそんなに任されることはないんですよね。要は上司のフォローしか基本的にしないので、でもたまたまちょっとこれ担当してみるみたいなやってたやつの要は供給トラブルみたいな感じであって、でそれ端を発して、そこからなんかちょっとずつなんかこいつやばいやつだよみたいな噂を流されて、最終的に営業っていうか販路を取られてしまって、なんかいろんな部署をたらい回しにされるみたいな感じの。おめえさんがそれをたらい回しされる。でなんか全然予算がつかない部署に行かされたりとかっていうで、あんま覚えてないんだけどもすごい前の話だから。で要はもう予算がつかないとこだから、営業に行っても一応営業なんでずっといるわけではないから行かなきゃいけないけど、それも一月の中で限られてくるじゃないですか。でだからなんとなく研究雑誌、関連雑誌とかを会社で読んでると、耳元でボソッと「それって仕事に入りますかね?」とかって言ってくるのとかがブワーってあって、でじゃあ今度はインターネット見てると「インターネットで稼げるんですか?」とかって横で言ってくるみたいな。で要は技術の人と二人三脚なので、技術の人と一緒に協力して営業に回るんだけど、その技術の人にもあいつやばいやつだよみたいな言われてしまう。でだからなんかもう要は人間不信ですよね。なんかこの人たちニコニコして笑ってるけど、後ろでそういう笑い。その時だいぶやんだんですか？やんだっていう。やりましたすごい。
こうどん底だったわけじゃないですか、はい。人生が、そそっからは今出れてるんですか？出れてます。なんなんかかその出れたきっかけみたいなのってあるんですか？なんかね、一応そこの会社は、ギリギリ1年半耐えたんだけど、やっぱ無理で、その後は派遣で外資系に行って、だからそこも2年間自由にやらせてもらってた、派遣だけどっていう感じで。でもすごいですね。キャリアはずっとね、いろんな、英語を武器にして、はい。外資系の会社行かれたりとかしてずっとキャリア続いてるわけじゃないですか、はいはいはい。でさっきそのお寿司食べてる時に今引きこもりですって言われてたじゃないですか、それ今はお仕事は自分でしてるっていう自営業みたいな感じ？そうですね。一応4月末に会社を辞めたばっかりなので。4月末？はい。最近じゃないじゃあですか。この間ですね。はい、辞めました。なのでここからまたっていう感じなんですけど。じゃあまた今ちょっと転職活動というか。そうですそうです。はい。引きこもりって言ってもなんかずーっと家にいるっていうパターンじゃなくて、いや、たまたま今そういう。たまたまもそうだし、でももともとそもそも引きこもり性質もありつつみたいな。なるほど。はい。で、なんか子供の時から中学高校とかもなんかグループとかに入るとなんだか知んないけど最終的に抜けなきゃいけなくなるみたいな、はぶられるとかっていう感じになることが多くって、これは何なんだろうって、私生き方下手だなみたいなのをずーっと思ってたんです。っていう中で転職を繰り返していたところ、東北大震災があって、でそれがさっきの話が合わなくて、占いって片っ端から生年月日を見てた時なんですけど、その時は総務部だったので、東北大震災の時は、都心の25階建ての24階のめっちゃ高層のところにいて、で揺れて、でエレベーター止まっちゃって、これからどうしましょうっていう話で、フロアには多分3、40人ぐらいいてみたいな。で有事のことが起きた時って、要は総務部って先頭に立って旗振り役しなきゃいけないんですよね。でなんだけどそんな東京ってもともとそもそも地震あるけど、あそこまで大きいのってね、なかったじゃないですか、要は。でなんかもう自分自身がもうとりあえず落ち着くことで精一杯だし、なんなら全然違う人のなんか机の下に隠れちゃって、なんでここにいるのって言われたりするぐらい、本当にうわ役立たずだな、何もできないなみたいな。でもう本当私はブルブル震えてできないみたいな、やっぱり私っていうところがなんかいろいろな今までの人生のさまざまなソースが集まってズドーンってなっちゃったんですよ、自分のその日の中で。でしんどいな、何もできなかったなと思って、で結局私も都心には住んでたんですけど、ちょっとその日のうちには帰れなくて、友達のお家に泊めてもらうことになったんですよ。で友達に駅まで迎えに来てもらって、でなんか実はさ、ちょっと私今日仕事でみんなの前にだって旗振りしなきゃいけなかったんだけど、全然何もできなくてさ、でとっさに要はアレンジ聞かせてやるって難しいよね、私本当に役立たずだったなっていうふうに友達に言ったら、みたいな、なんか何言ってんのって言われて、って言って、さっきさ自転車ちょうど信号待ちしてて、ママチャリにお子さんを乗せてるお母さんがいて、それがグラッと来て倒れた時にめっちゃ自然に抑えてたじゃん。ナナちゃんって言われたの。さって言って、多分それ視点違うだけじゃないって言われたのがすごい大きくって、あれと思って、なんか全くできない、確かにその時は、その状況の中で私はうまく立ち回れなかったかもしれないけど、そういうふうになんか自分のフィールドでやるとはとっさに、例えば誰かを助けたりっていうことはできるんだとしたら、なんか
あれ私なんか自分のことに対しての見方がちょっと違うのかもしれないなっていうふうに思ったんですよ。要はその自分当時自分も大嫌いだったので大嫌いだったけどじゃあそんな人が視点を変えてみたらどうなるだろうみたいなとこからちょっともう一回ちょっと人生の棚卸しをしてみようかなっていうきっかけがあってでそこから最初クライアントでちょっとカウンセラーさんに話を聞いてもらうところから始まってじゃあ養成講座を受けてじゃあカウンセラーにやってみますみたいな感じになったんでそうつながっていくわけですね、はい、そうで今はどうですかそのカウンセラーっていう仕事をやってなんか新しい生きがいというかなんかいやなんか今ドラマ見た感じねほんまにいやなんかね本当にもう自分の中でもうドラマ見て今こう歌ってるのがカウンセラーにつながっていくわけですね。でどうですかそのカウンセラーのお仕事っていうのは。全然集客できてないので、全然あれなんですけど、うん、ただなんかその実は一旦私2016年から2018年まで2年間やってたんですけどやっぱ集客ができなくって、まあぶっちゃけそこで破産の一回してるんですよ。はい、でなんだけどだからそこで一回もう私こういうの向いてないから絶対やらない方がいいと思って普通のお仕事に戻っていってっていうなんだけどでそれがね2年前か3年前ぐらいにそういう風に言ったらたまたまめっちゃなんかもう自分のことが大嫌いで私の本当にすごい10年前ぐらいの人だなっていう人がいてでなんかたまたま隣の席だったかで、で喋ってその後じゃあちょっと会場も鎌倉だったのでなんかじゃあちょっと海散歩しますみたいな感じで喋ってて多分こういうところで詰まってるんだろうなって分かったから多分こことか改善したらどうですかって言った時の、その子の表情がガラッと変わるのが分かったのでなんかちょっとなんだろうな私アイデアとか思いつくんですけどやっぱお金をこう乗っけていくっていうのがすごい下手くそなので多分今それが課題なんですけどでもなんかその人と喋ってる時にこうなんとなくこう詰まりを見つけた時とか、なんか分かんないです。例えばこの数比とかもそうだし、なんかもうちょっといろいろ手法があるんですよね。カウンセリング方法とかも様々。でそういうの試した時になんとなくこうっていう例えばその悩んでていやでもさ地球って60億人いるんだよとか言うとまあそうだよねプッてなるじゃないですか、そりゃそうだよねっていう風になった時になんかふってなるじゃないですか。その瞬間がたまらなくこうなんだろうたまんねえなっていう感じになるのでなんか目標みたいなのってあるんですかカウンセラーとしてのこう目標とか今一生懸命ちょっと本を書いていてあら本すごっ今Kindle とか出版できるんですよ。電子書籍出版は誰でもできるんですよ、そこからベストセラーになっていくかどうかが別にそこ狙ってないっていうか別にそうですよね、そのベストセラーいや狙ってるわ狙ってないどういう使い狙ってるんですかどういうつもりやそれは出すからには売れたいから願わくばそうなんですけどでなんかテーマ聞いてるんですか、テーマは自分でつけた題名忘れちゃったんだけど、要は私八方美人だったんで、その八方美人で人に嫌われることが大嫌いな私がそれでも自分の幸せを優先できた理由みたいなタイトルなんですけど、だからなんかこう何つったらいいんだろう、その本当に人に嫌われることが嫌いなんだけど、自分のやりたいことをやろうと思うと嫌われるんですよ。この矛盾はどうしたらいいんだろうみたいなのでなおかつ人と同じことがやれないっていう性格だったから、この整合性どうやって取っていったらいいんだろうっていうのがすごいこの人生の悩みで、でもじゃあもう今
今年になってようやっとかな、じゃあもういいじゃんと思ってやっと吹っ切れたので、なんかそういうそうそう、本はいつもだったなと思って。